強く、凛々しく、美しく。私の感性と美貌を知れば、もう二度と以前のあなたではいられなくなるのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのタマです。今回はタミヤ製、ベネトン B188 を製作しますよ。1988年に発売されたフォーミュラキットの名作、タミヤ製とは思えない高難度との噂はかねがね伺っております。いつの日か挑戦しようと心から待ちわびてございました。そのマシンは子供の頃に憧れた美しい花束のよう、熾烈を極める模型ビルドの始まりでございます。当時の雰囲気を残すパリパリとした根本に思いを馳せます。そして緑に染め上がったカウルの数々。どのような工程でフォーミュラ界屈指の花束になるのか心が躍ります。タイヤは高架と粉を吹いており経年の劣化を感じます。近年のキットと比較するとただの板と表現できるシャシー。しかしこの板が見事に地上の戦闘機として生まれ変わります。フリーザーバッグで保護されていたデカール。しかしコールドスリープには耐えきれず退色を確認できます。タイヤマークにも時間の流れを色濃く感じます。運よく使えることを願います。タイヤマークに同封された極細のステンレス線。プラモデルでは見たことのない表現を楽しむことができそうです。フォーミュラの黄金期を思わせる工程。少々複雑に見えますがタミヤ様の設計には無駄がございません。しかしカウルは驚愕の塗り分けとのこと。遠い過去から当時の子供たちの悲鳴が聞こえてまいりました。確かに塗料リストにはそれっぽいカラーが記載されています。しかしまさかこの複雑なカラーリングを丸投げとは、さすがサディスティックなタミヤ様にゾクゾクいたします。夏の雑草を思わせる緑の渦。これをベースに花の輝きを表現しろとのこと。これこそが当時のタミヤ様が表現しようとした地獄。相変わらず個々の精度は見るだけで感じ取れます。時代を感じる細いアーム類。深リムのホイール。すべてが美しい。指定色のパークグリーンを持てなかったのでしぶしぶ買ってきました。久々に内部摘出作業をしてみましょう。気をつけないと爆発して部屋が大惨事になるこの作業。映画の爆発物処理班みたいで胸がときめきます。このラベルを再活用できるからこその工程。また一つコレクションを増やすことができました。そろそろ炭酸成分が抜けたのでスペアボトルに移します。ちょうど瓶1本分の量になります。油断して瓶を振らないように、微量に残っている炭酸が大爆発しますよ。この美しい質感、やけにコレクターズアイテムとして収集したくなります。
この星の数々はほとんどがセミグロスブラック工場行きでございます。色分けが楽なのでとても助かります。カウルの裏打ちにはフラットブラック。一撃で闇の空間にして差し上げます。体に飛び散った塗料をシンナーで拭き上げてください。まずはタミヤ様のおせっかいグリーンをリセットします。乾燥待ちに地獄行き列車の搭乗手続き。ひたすらちまちまとした作業を続けます。途中からすでに飽きているのは明白。最近はエンジンレスのキットばかりだったのでやけに新鮮に感じます。リアウィングはセミグロスブラックに全塗りだったので先に組み立て。このシンプルな形状がとても美しいです。アルティメットホワイトが乾燥しました。今回は色を何層にも塗り重ねるのでできるだけ薄い塗膜を狙います。それにしても素晴らしい隠蔽力。さてメインカラーと思わしきグリーンから塗っていきましょう。子供の頃の記憶からもっとどす黒いグリーンかと思っていましたが、タミヤ様の解釈はちょっとおしゃれなパークグリーン。こいつ根性がないのかもう成分が沈殿を始めていますね。混ぜ混ぜ。なんだかインスタ映えする抹茶ラテっぽくなりました。やっぱり記憶ではもっと濃いグリーンだった気がするのですが。そしてこの辺りから塗り分けラインを見つけないといけません。タミヤ様がなんとなくうつらとラインを刻んでくれていたのですが、アルティメットホワイトの時点で見事に消え去っていました。緑、青、赤、黒が交わる複雑すぎる配色。もう順番なんて考えるのが時間の無駄に感じます。リアカウルを装着して見えなくなる部分を確認します。いやマジでどうでもよくなってきたのでこういう感じのラインにします。気をつけるのはリアカウルとのつながりを意識することですね。塗り分けラインが直線なのか微曲線なのか調べています。こんな絵でわかるかよ。目を凝らすとうつらと浮かび上がるラインを探しつつ、ほとんどが独自のラインを描くタミヤ様のキットとは思えない工程。曲線用マスキングや各サイズのマスキングを駆使します。これをなんとなく左右対称にしなければなりません。左サイドしか写さなければ右は塗らなくてもいいのではないかと邪念が湧きます。最初のマスキングだけで心折れそうになりました。黄色は隠蔽力が激弱なのでイエローサフで整えます。乾燥待ちに塗っても見えやしねえ部分の塗装。気が向いた時だけの戯れでございます。イエローサフが乾きました。
このままでもいいんじゃないかと思うほどバナナっぽい黄色。でも指示通りにイエローを塗ります。これも以前にスプレー缶から摘出したイエロー。想像以上に使っているようで残り少ないですね。乾燥待ちにエンジンを進めてみましょう。ひとまず成金キラキラにしてゴージャス感をアップします。こんな箇所は筆でペタペタと塗っても良いのですが、気がつけばマスキングを始めておりました。フラットアースって何ですか？自然豊かな美しい緑かと思いましたが、ただの土の色でございました。シートベルトを塗ってみます。相変わらず別売りのシートベルトパーツを使わない謎の手法。しかし当時の少年たちも頑張って塗っていたはずです。イエローが乾燥したのでマスキングを剥がしてみましょう。何か秘密を暴くようにワクワクします。この小さな一角を塗り分けるために壮絶な時間を費やすのが模型ビルド。塗り分けの段差は必ず生まれるので軽くやすります。指で触れてギザギザとした感触がなくなれば大丈夫。追い込んでもろくなことがないですよ。次は赤のラインを描きます。ここはすべての色が交わる箇所になり、複雑な曲線で黒を塗ることになります。位置関係をよく確認してマスキングを進めます。この赤はリアカウルまで続きます。この深い渓谷のような箇所をマスキングする必要がございます。曲線用マスキングで慎重に谷底を分断します。まだまだ花の輝きには程遠い作業工程。いつ終わるかもしれない作業に気持ちが焦ります。斜めに走るマスキングはタミヤ様のラインが確認できたので楽でした。イエローに黄色のマスキングなので訳がわからなくなってきました。赤の下地にはピンクサフ。かれこれ数年前に買いましたがそろそろ残量が不足してきました。ピンクサフの乾燥機換金の間にブレーキ周りの塗装。こんなもん適当でいいんですよ。どうせ見えても数ミリの隙間ですから。
ピンクサフがカラカラに乾いて出てきました。この時点ですでに3層の塗膜。厚塗りにはお気をつけてください。細い箇所はサイドポンツーンの底になります。ここも赤と青に塗り分けることになります。赤はタミヤラッカーのイタリアンレッド。タミヤラッカーはマジで臭いので換気を忘れずに。マジで臭いですよ。マジで。外は強風で家が飛んでいきそうです。赤の乾燥待ちにエンジンヘッドの仕上げ。エナメルの拭き取り技。無心で進める作業に時間の音だけが聞こえてきます。追い込みすぎて再起不能になる前にやめておきます。なんだか武骨すぎて寂しいのでボルトにも色をつけます。ついでにブレーキ周りにも。エキゾーストパイプも光り輝いていただきました。タマはリアルさを全く追求していませんので、1988年の当時ではありえない派手なチタン風にしてみましょう。めったに使わない 0.2 ミリの PS270。本来はビプラのために購入したのは内緒でございます。超絶面倒なので希釈済みを用意してございます。土色、フラットアースが乾きました。なるほど。こういう表現方法も悪くないですね。赤もしっかり乾燥したのでマスキングを剥がしてみましょう。この時点ではまるでベネトンとは思えない強烈にセンスの悪い配色。フロント周りはほのかにベネトンを感じ取れることができます。リアカウルを装着すると違和感がすごいですね。ここも段差を削って滑らかにします。特にフロントの色が交わる箇所は慎重に削ってください。リアカウルを青に塗り分けるマスキングを施します。マスキングのたやすさを考えると、青を先に塗ってから黄色と赤色に進めるのがおすすめです。タマの方法だと黄色と青の塗り分け箇所がとても面倒です。ここまで来るとラインを描くのも慣れたもので、こんなもん誰も本来のラインとずれているかなんてわかりません。刃を抜かず動かします。途中で刃を抜くと極めて不細工な段差が出来上がります。
動画映えする繊細なマスキングを剥がすシーンも、黄色に黄色のマスキングでは陳腐な具合でございます。斜めのラインはほんの少し赤にかぶせるのがおすすめ。ギリギリを狙うと黄色が覗いてしまいますよ。サイドポンツーン下部に続くラインも描くのを忘れないように。青サフを使います。青サフの乾燥待ちにシャシーを進めます。アルミテープが使えそうなフラットな形状だったのですが、めったに使わないので肝心のアルミテープが行方不明でございました。まあこのくらいのマスキングなんてものの数分でございます。時の流れは静かに新しい年を迎えます。花のように美しい瞬間が心に咲き誇ります。過去の思い出を胸に、未来の夢を描きます。一年の始まりに希望の光が差し込み、花園のように色とりどりの笑顔が咲き乱れます。心の花が枯れることなく、皆様の心が美しく咲き続けますように。青サフが乾燥したので先に進みましょう。動画編集の時に気がついたのですが、青サフもスカイブルーだったのですね。わざわざスカイブルーで塗り重ねる暴挙。ほんと流れ作業のバイトのように心が空っぽでございました。カメラの設定を間違えて画面が白く飛んでございます。これもすべて手についた塗料が気になって集中力を欠いたせいでございます。この時代もプラグコードを使っていたのは驚きです。相変わらずデスビにコードを通すのがイライラマックスになります。タイヤは時の流れを残酷に感じる劣化が見られます。パーティングラインも盛大にございますので処理は必須ですね。元日から電動ドリルに取り付けてタイヤを磨く作業。全く普段と変わりのない生活。タイヤは硬化しておりホイールにはまりません。15インチの S タイヤを手組みに挑戦して泣きを見たのを思い出しました。タイヤマークは台紙が変色していますがまだ使えそうです。青が乾燥しました。いよいよベネトンカラーの基本が出来上がりますね。
年末年始の睡眠時間は3時間未満。ですが栄養ドリンクとコーヒーの過剰摂取により睡魔を抑え込んでございます。今宵もそろそろ朝焼けを迎えることができそうです。カーテンの向こう側からおよそ3000ケルビンの光が私の脳を覚ましてくれます。誰もいない五感の早朝にサンダルで散歩をする豪居。鳥さんの美しい歌声が寝不足の頭にキンキンと響きます。足の指先が凍傷のやばさを感じ、帰宅すれば幸せなコメント確認。皆様から頂戴するコメントの返信時間が本当に幸せでございます。すべてのコメントに返信をするスタンスだったのですが、ここ数作品から返信が追いつかなくなり申し訳ございません。すべてのコメントを読ませていただいております。返信が行き届かないことが多くなりますが、これからもどうぞコメントをいただければ幸いでございます。フロントカウルの見えない部分を黒で塗り分けます。ここもある程度の適当さを武器にラインを描きます。あまり深く考えすぎると現実とプラモの狭間に飲まれてしまいますよ。刃を入れるときもデザインナイフの自重でカットする感覚。刃が新品状態なら問題なくカットすることができます。個人的に黒の塗装用マスキングテープが欲しいのですが、ご存知の方教えてくだされば幸いでございます。何度も何度も剥がす作業を繰り返すと、塗装が一緒に剥がれる恐怖感も薄れてきます。すべての色が交わる箇所。色とりどりの花にも美しい闇を感じます。シャシーの塗り分けも順調に終わりました。このキットは過去最高にマスキングを貼ったり剥がしたり。塗装関係では最高難度のキットかもしれませんね。ゴミの塊。マスキングボールを育てる時間。砲丸投げができそうな質感。その重力加速度は地球に甚大な被害をもたらします。いよいよデカール作業に移行します。キャメルはタバコ規制によって裏向きに隠されて同封されていました。バージョン違いで山陽やジレットなどの仕様も選べたようです。この VM デカールというメーカー、タマは初めて知ったのですがとても詳細な説明書が用意されています。デカール自体も薄めに設計されているのでお気に入りになりそうです。ガンシアは1850年にイタリアのトリノで設立されたワインメーカー。創立170年を誇り、イタリア政府から記念切手が授与されるほどの老舗メーカーとのこと。リアウィングの細い羽にデカールを貼るのはフォーミュラキットのお約束。ディバレッセは1870年にイタリアのバレーゼで創業された靴メーカー。靴の製造はオーダーメイドが主流だった時代に、革新的な技術で靴業界に多くの変革をもたらしたそうです。フロントウィングとリアウィングは艶消しクリアを吹いてシルバリングを防止します。イエローは主に空調システムの製造を行っているイタリアのメーカー。
その創業は1922年、イタリアのレニャーゴに創業されました。難民の包摂努力に対して国連からも認められたこともある企業です。こうして見ると当時のブラウン管でしか知らなかったフォーミュラの世界にも、政治や国のつながりを色濃く感じることができます。国旗が揺れ、歓声が響く華やかさの裏には、一台のマシンに数千にもなる人々の思いが凝縮されています。そしてイタリアを代表するレーシングチームであるベネトン。花束のように美しい配色、威厳に満ちた妖艶にも感じる女性のように、その姿に誰もが見とれます。彼女の言葉は鋭くも美しく、その声はまるで音楽のように高貴な情緒。誰もが彼女に従うしかない。80年代を代表するこの名車は誰の心にも刻まれ、そして何世代にもわたって語り継がれるのでございます。なぜか B だけ別のデカール扱いになっています。反対側のベネトンロゴは通常だったのですが、これもタバコ規制から逃れる方法なのでしょうか。フリゼルが、家具の設計から設置まで全てのプロセスを一括して管理する会社とのこと。しかし詳しい内容は不明でございました。ご存知の方おられましたら教えてくだされば幸いでございます。失礼。ベネトンの姉妹ブランドとのこと。カラフルなベネトンとは異なり黒を基調とした異業メーカー。カラーズはベネトンの香水ブランド。このロゴが読めなくて調べるのに苦労しました。この大きなロゴをリアカウルに貼るだけで一気に押され度が跳ね上がります。ティエリー・ブーゼン。ブリュッセルの風に乗り、若き日の夢を追いかけた英雄。フォーミュラの道を駆け抜け、アローズ、ベネトン、ウィリアムズ。勝利の歓声、涙の瞬間。彼の魂は燃え続けました。カナダの地で初の栄冠。雨のオーストラリアで再び輝き、ハンバリーのポールトゥウィン。その名は永遠に語り継がれます。引退後も空を舞い、航空の世界で新たな夢。家族と共にモナコの地で、彼の物語は続いてゆくのでございます。コックピット周りは至ってシンプル。重捨てに H パターンシフトの3ペダル。これこそレーシングマシンの姿。ちなみに H パターンシフト最後の優勝は92年のシューマッハだそうです。ベネトンだけに独占供給されたエンジンはフォード DFR V8 の 3493cc。上位勢がターボエンジンを選択する中、自然吸気エンジンでコンストアクターズタイトル3位を獲得しました。エキゾーストノートはまるで別れる前の女性のようにヒステリック。端末魔のような狂気の歌声は心を揺さぶります。ターボエンジンには到底出せない音色。その音色はまるで古いオペラの一幕のように美しく、そして大敗的。まるで遠い昔の記憶を呼び覚ますかのように、心の奥底に響きます。特殊合金の水を極めた DFR エンジン。その武骨で美しい姿に、まるで時が止まったかのように見とれてしまうのでございます。また邪魔、お手伝いしに来たのかな。何気なく微妙にエンジンを蹴飛ばしていくスタイル。さすが魔女に仕える高貴な四足獣でございます。
今なお壮絶なエネルギーを放出し続ける美しいエンジン。私たちのざれ言など一瞬で蒸発させる狂気。あなた様の心に響く優雅なひとときをお届けいたします。どうぞ陶酔してご覧ください。お手伝いを申し出たのに断られた黒ぬっこ。拗ねておられるようで目つきが悪いですね。ちょっとご機嫌取りに顎をうにうにしてみましょう。いかがでしょうか。今日は許すけど次やったらただじゃおかねえ。目で語りかけてきました。クリアには EX クリア。久々に使う気がします。砂吹き2回。本塗り4回。最初のアルティメットホワイトから数えて、一番分厚い塗膜で12層。まさに壮絶でございます。しかし薄塗りを心がけていたので塗装面の状態は上々。ここまで来れば研ぎ出しの気力も湧いてまいります。まずは4000番からスタート。やはり塗膜を均一に整えるだけで質感は上がります。6000番。今回は平らな面しか磨いてないので楽ですね。カウルを合わせて状況確認。うわ。マジか。おい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 。ラクダ半分隠れとるやないかい。うわ。やらかしてるわ。やらかしたわ。やめるか。いや、まずは進めよう。まずは完成させろ。悩むのはその後でございます。気を取り直して8000番。艶を取り戻してきました。そして1万番。これこそがフォーミュラの姿。1980年代は強烈でございます。美への追求。セラミックコンパウンド。動き続けるのは次の一手のため、錆びついてはいけないのでございます。シャシーを組み立てます。足回りの組み立てにカウルの一部を使用するので、最後までシャシーを進めることができませんでした。艶消しでシックな質感になったウイング。翼端板は丸みを帯びて独特な進化を伺えます。フロントノーズにも風変わりな構造。サイドポンツーンのダクトは、こだわるモデラー様だとパテ埋めで一体型にするのでしょうね。後付けでも精度はまずまず。コックピットを装着すればフォーミュラマシンのオーラが増します。
フロントの足回りを装着してようやく物事が進んだように感じます。特に長い工程を費やしたキットに少々疲弊したのかもしれません。しかし完成が見え隠れしており作業は楽しくなってきます。年末年始の連休を活用しないと到底完成にたどり着けない難キット。制作日数はおよそ12日。そのほとんどがマスキングと乾燥時間。当時の子供たちがこのキットとどう向き合ったのか。カラフルでかっこよいベネトンのプラモを開封すると、デカールのない緑で染まったランナーの数々。その心境たるや想像を絶します。一旦気を取り直して箱を閉じたもの。果敢にも塗装に挑戦したもの。当時の少年モデラーすべての思いがこのキットに詰まっています。タミヤ様が与えてくださった試練。せめて箱には、塗装必須。デカールなんて入ってねえよ。と表記すべきでしたね。この広大なネット社会の今でこそ知識を増やし、この難キットを仕上げることができましたが、私が子供時代にこのキットを購入していたら、真っ赤なスプレーを吹きつけてフェラーリだと言い張っていたと思います。いつかきっと、遠い未来にきっと、綺麗に完成させることができるはず。子供時代の私が隣に座り、作業を見守っているのを感じます。私は隣に座る少年に声をかけます。まずは完成させろ。きっとうまくいくから。と。計り知れないほどに愛された美しきフォーミュラマシン、ベネトン B188。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。